緊急速報。森に住む純真な子グマが知人の悪質な詭弁により自分は排泄物で構成されていると思い込まされ、深刻なアイデンティティクライシスから自我崩壊の危機に直面する事案が発生しました。皆様こんばんは。国語対話の時間です。司会の MC です。本日は神沢敏子先生の熊の子ウーフの世界を私のイラストで表現してみました。原点の美しい森の情景を最高に可愛らしく描けたと思うんですよ。富豪 MCC、 これは学術的に言えばリミナルスペースの具現化ですな。全体を覆う荒々しい色使いと謎の黒いもや、これは某界隈でいうところの不条理な幕切れを暗示するフラグ画面ですよ。いやいや、猫さん何言ってるんですか？ただの元気な子グマは自然の中で遊んでいるほのぼのした風景のつもりなんですけど、なんかサイコパスの精神世界みたいなヤバいオーラとか出てませんよね。実に見事な伏線ですね。この絵のどこか不安定な世界観、原点に隠されたバグやシステムエラーを完璧に表現していますぞ。これは界隈がざわつくレベルの改作ですな。ちょっと待ってください。全然そんな不穏な意図ないですから。はいもう時間切れです。強引ですが早速本編の調査に行きますよ。さあここからは真相究明のコーナーです。今回は熊の子ウーフが自分は何でできているのかを探求するとっても可愛くて奥深いお話ですね。富豪、原点の記述を紐解きますと、本作は単なるほのぼの童話ではありませんぞ。幼いアバターを通じて高度な哲学を提示する実存主義的アプローチの極北なのですな。哲学ですか？なんだか難しそうですが、ウーフの純粋な疑問が物語をどんどん動かしていくんですよね。さようですな。この作品は自己の成り立ちという非常に重厚なテーマを見事なまでに描ききっているのですぞ。そういうことなら、原点の序盤ではウーフが朝ごはんで卵を割りながらお父さんグマに面取りは何でできているのと無邪気に質問します。富豪、食事中の何気ない疑問ですな。お父さんからスプーンは金属でできているといった素材の秘密を教えてもらうんです。親子の穏やかな朝のひととき、こういう日常描写から始まる運命の物語、すごく惹かれます。学術的にはそうですが解釈違いですね。地下アイドル界隈の視点で見れば、これは運営である親に対して塩対応な設定の開示を求めているようなものです。朝ごはんの温かい会話が急にギスギスしたアイドル運営の裏話みたいになっちゃいましたよ。ウーフという新人アイドルが世界の成り立ちという古参マウントを取られかねない情報を自ら手繰っているという構図ですな。これは界隈がざわつきますよ。なるほど。要するにただの子供の素朴な疑問ですよね。でもウーフは面取りは卵でできているって自分で納得して嬉しそうに野原へ遊びに行くんです。富豪、そこからが取り返しのつかないエラーの始まりなのですぞ。野原に出たウーフはお友達の狐の常田に自分の大発見を誇らしげに教えるんです。純粋なウーフとちょっと頭の回転が速い常田、正反対な2人の幼馴染のすれ違い、運命の出会いを感じちゃいます。それは完全にエアップですな。自作 PC 界隈で言えばウーフのそのガバガバな理論構築は明らかなボトルネックを引き起こす欠陥パーツですぞ。欠陥パーツって一生懸命考えたウーフに向かってそんな言い方ないじゃないですか。常田はウーフの隙をついてその論理に致命的な相性問題と排熱処理失敗を突きつけたのですな。実に冷酷なエラー判定ですぞ。パソコンの組み立て失敗みたいに言わないでくださいよ。要するに常田に理屈で論破されちゃったってことですよね。その通りですな。論理の破綻を見事に突かれたわけです。常田はウーフに君はおしっこをするからおしっこでできているんだって意地悪を言うんです。それを真に受けたウーフが深く傷ついてとぼとぼ歩く姿が、メンタルブレーキの瞬間ですな。まるで信じていた人に裏切られた悲劇のヒロインみたいで胸が締め付けられます。意地悪な俺様キャラに振り回される展開、たまりません。クソデカ主語で語りますと VTuber 界隈に置き換えれば常田の指摘は悪意のある炎上スパチャですな。炎上ですか？ウーフのアイデンティティという公式設定に対する深刻な抗生物質バレの危機ですぞ。まさに配信切り忘れからの裏垢誤爆に匹敵する大炎上案件なのです。ちょっと待ちなさいや。さっきから聞いてりゃ界隈ってただの子供の口喧嘩やろがい。何が炎上スパチャやねん。MCC、 突然のバーストモードは心臓に悪いですぞ。大体な、おしっこでできてるって言われて落ち込むくらいなら朝ごはんの卵、殻にへばりついた白身までちゃんと滑らかして完食してから家出んかい。食べ物のありがたみ分かってへんから足元がお留守になるんや。はい、圧倒的な生活感でのマウント恐れ入ります。ほんまに現実にボケ。失礼しました。というわけで物語の最大のクライマックスへ進みましょう。
不合、気を取り直して原点の続きを紐解きましょう。上の空で歩いていたウーフは足元の石につまずいて派手に転んでしまうんです。そしてすりむいた膝から赤いペイントのようなダメージエフェクトがにじみ出てくるんです。限界を料理界隈で例えるなら、これはまさに目分量の悲劇から生まれた謎のダークマター連星ですな。お料理に例えるんですか？転倒という不測の事態によって内部の赤いケチャップ、いえ隠し味の限界突破のニンニクのような強烈なスパイスが視覚化されたわけですぞ。ニンニクって全然胸キュンしないですよ。要するにただ転んですりむいただけですよね。シュバババ、単なる物理的ダメージと侮ってはいけませんぞ。でもその痛みと赤い色を見てウーフは自分が何でできているかついに気づくんです。不合、ついに真理に到達するわけですな。涙をこらえながら、僕はおしっこなんかでできていない、ウーフはウーフでできているんだって力強く宣言して再び立ち上がるんです。自分自身を受け入れる、なんて力強くて美しい結末なんでしょう。実に見事なフラグ回収ですが、メルカリフリマ界隈で言えばこれは他社からの大幅値下げ要求をタッパネた強気な対応ですな。むむ、また変な例えをしてきましたね。専用ヒックリンのヤコドリを企む常田に対し、自己の価値をノークレームノーリターンで提示し、悪質なユーザーを損切りした完全なる生産ですぞ。情緒がないんかお前は。加減にせえよ。損切りとか言う前に転んで開いたズボンの穴どうすんねん。またしても現実監査が。大体な、アプリケ代と消毒液の金誰が払うと思ってんねん。親の稼いだ血と汗の結晶を無駄遣いすな。これだから夢見がちなオタクは困るんや。体ありでした。物理的な修繕費用の重み、学術的にも完全に論破されました。まったく服はただちゃうねんからな。ここ。というわけでウーフの成長と親の苦労が身にしみる素晴らしい物語でしたね。次はバックルームへ参ります。さて、ここからはお待ちかねのバックルームのコーナーです。今回は愛らしい子グマの物語に隠された驚きの裏側に迫っていきますよ。不法、先ほどの調査パートでも少し触れましたが、原点が世に出たのは高度経済成長の陰でさまざまな社会問題が噴出していた激動の時代なのですな。そんな時代だったんですね。でもそんな激動の時代背景の中で作者さんは本当に純粋な心で子供たちのためにこの温かい物語を書いたんでしょうね。クソデカ主語で語りますと、それは完全に解釈違いですな。原点の著者はサハリンという極寒の地で幼少期を過ごしたリアルなサバイバーなのですぞ。サバイバルですか？あんなにほのぼのした子グマのお話なのに、作者さんはすごく過酷な環境で育ったんですね。さようですな。著者にとってのクマとは神として崇められる圧倒的な大自然の脅威であり、決して愛玩用のぬいぐるみなどではなかったのです。なるほど。要するに実体験に基づいた厳しい自然の捉え方が物語の根底に流れているってことですよね。さらに言えば、原点に込められた血の匂いと泥臭さは都会の温室育ちの作家には到底生み出せない生々しい狂気の産物なのですぞ。狂気の産物っていくらなんでも言い過ぎですよ。でもだからこそあれだけ生命力があふれる力強い作品になっているのかもしれませんね。そして忘れてはならないのが、前衛的な不条理絵本を多数手掛けていた画家によるざらついた太い線の挿絵ですな。確かに少し個性的でインパクトのある絵柄でしたよね。子供の頃に国語の教科書で読んでちょっとドキドキしたのを覚えています。アート界隈でいうところの底知れぬ不安感を植え付ける異様な眼力、あれこそが教科書というお行儀の良い無菌室に持ち込まれた最悪のバグなのですぞ。最悪のバグって名作の挿絵に向かってなんてこと言うんですか。でもその強烈な世界観がかえって子供たちの記憶に深く刻み込まれたんですよね。しかしその前衛的な狂気が最も牙を向いたのは、やはり排泄物をめぐる実存主義的な問答が実際の教育現場に投下された瞬間ですな。確かに教室の授業でその単語が出たら小学生の男の子たちとか絶対に大はしゃぎして収拾がつかなくなっちゃいますよね。まさに大パニックですぞ。教師たちは教室に響き渡る下品な笑い声を力技で鎮圧し、道徳的な模範解答へと強引に着地させるという過酷なミッションを強いられたのです。先生たちの苦労が目に浮かびます。でも大人になった今なら他人の言葉に振り回されないその泥臭い自己肯定感のメッセージがすごく心に刺さる気がします。さようですな。現代の SNS 界隈で承認欲求に溺れそうになった際は、自分を排泄物由来の流動的な物質に吸いないと割り切る究極のライフハックが推奨されますぞ。ライフハックですか？ちょっと待ってください。いくらなんでも自分をそんな風に思い込むなんて極端すぎませんか？肥大化したちっぽけな自意識を手放し、圧倒的な精神的平穏、すなわちニルバーナを手に入れることができるという、これぞ作者の業の深き永平時ですな。
ちょっと待ちなさいや。作者のイメージ崩れるわ。なんやねんその究極のライフハックって。ただのヤバいやつの開き直りやないか。MCC 突然のバーストモードは深刻なシステムエラーを引き起こしますぞ。大体な、教育現場の先生たちがどんだけ必死に模範解答をつきって授業回しとると思ってんねん。教科書に載せる前に身辺調査せえ。子供に排泄物でニルバーナ教えるな。はい、教育現場の切実な労働環境とコンプライアンスの重要性、学術的にも完全に同意いたします。ほんまに大人たちの苦労もちょっとは考えんかい。あはは、ちょっと熱くなっちゃいましたね。でもそんな人間臭い裏話があったなんて驚きです。咳払い一つで完璧なアイドルスマイルに戻りましたな。富豪、その矛盾と狂気こそが文学なのです。にゃん。